ティークショップを営むパンは友人が所有するギャラリーから依頼を受け、持ち込まれたのは謎の状況で損傷を受けた古い絵画。修復を任されたパンは誤って怪我をし、思わず絵画の上に自分の血を落としてしまう。その瞬間、1世紀以上もの間、絵の中に封じられていた純血ヴァンパイアの末裔ラミルが目を覚ます。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。力を失ったラミルは目覚めてすぐにお腹が空いたとそのまま地面に倒れ込んでいた。仕方なくパンは彼を自宅へ連れ帰り食事を与える。食べてから元気になったラミルはドラマのワンシーンを真似るようにパンにぐっと距離を詰める。翌朝、ラミルの忠実な従者メサスが現れる。彼はラミルが失った力を取り戻すためホテルに場所を移して儀式を行うと告げた。だがその儀式には人間の血が必要。メサスはパンに協力を求める。やがて儀式が始まり、メサスはラミルが一時的に自分の体に預けていたスピードの力を返し始めた。しかしその最中、パンがメサスの叫び声を聞きつけ、思わず儀式の部屋へと飛び込んでしまう。突然の乱入にメサスはコントロールを失い、危うくパンを殺しかけた。その瞬間、ラミルが駆けつけ、メサスの手からパンを救い出す。そしてパンこそが自分を絵画の中から解き放ち、命を与えた唯一の存在、生涯愛すると決めた相手であることをラミルははっきりと思い出す。ラミルはパンにそっと口づけを落とす。こうして彼の力が完全に戻るまで、パンは彼らと共にホテルで過ごすことを承諾するのだった。その頃、ヴァンパイアのキーアは信者の血を飲もうとした瞬間、手下からラミルが会いに来たと告げられる。しかしキーアは冷たく言い放つ。今更何の用だ。100年も経って戻れとでも言うのか。だがその強がりの裏にはただ一つの拗ねた理由があった。自分が長い間解けなかったラミルの呪いを別の人間が解いてしまったこと。キーヤが胸の奥で押し隠しているのは嫉妬にも似た悔しさだった。ちなみに彼が預かっているラミルの力はトランスフォーム。次にラミルが会いに行ったのはもう一人の従者メキン。だがメキンは今や人間として医者の人生を選び、静かな日常を大切にしていた。ラミルの癒しの力を預かりながらも一度も使ったことがないという。この力を返せば今後の生活は戻らない。メキンは人間の医者としての道を選んだのだった。信頼していた従者たちに次々と断られ、さすがのラミルも気落とした。そんな彼を見てパンを少しでも元気づけようとゲーセンへ連れ出す。アイスを買い笑い合い、2人はひとときの楽しさを分かち合った。だが帰り道、突如としてヴァンパイアハンターが襲撃してくる。次の瞬間、ラミルは戦闘モードに入り、いきなり敵の車内へと移転する。その光景にパンは言葉を失った。ホテルへ戻ったラミルとパン、お互いの思いが少しずつ近づき、今まさにキスしようとした瞬間、部屋の扉が開き、メサス、キーヤ、そしてメキンの3人が現れる。メサスは急ぎの口調で告げる。とにかくキーヤとメキンのパワーをラミルに返す儀式を早くした方がいいとメサスが提案。そしたらラミルがまたリーダーの座に戻れると。帰り道、メキンがヴァンパイアハンターに襲撃され、命の危険に瀕したその時、メサスが現れ彼を救った。一方、キーヤの元へはラミルが駆けつけた。しかしラミルはパンを同行させていたことで、キーヤの胸に渦巻いていた嫉妬が一気に爆発する。劇場のままにキーヤはパンを襲おうと手を伸ばすが、その刹那、メサスが間に入り、キーヤの攻撃を止めたのだった。やがて訪れた危険に満ちた夜、ヴァンパイアハンターたちはヴァンパイアの殲滅を狙い、冷徹なリーダージェットを先頭に新たな炸裂兵器の実験を繰り返していた。彼らの最終ターゲットは最強の存在ラミル。だがラミルは他のヴァンパイアを凌駕する力を持ち、彼を倒すにはさらなる破壊力が必要だった。ハンターたちは武器を磨き続け、決戦の時を虎視眈々と狙っていた。一方その頃、キーヤは人間のパンを激しく警戒していた。冷ややかな眼差しで彼を見据え、パンがラミルを裏切る決定的な証拠をつかもうとしていた。しかしラミルはパンを信じきっていて、彼に自らを確実に殺す方法まで教えてしまったのだ。純銀の刃を心臓の中央に突き刺せばいいと。その後ラミルはパンを息を飲むほど美しいローズガーデンへと連れ出した。
真空に輝く一輪のバラを受け取ったパンはふと自分の将来の夢を語り始める。小さな家で静かに暮らし、愛おしい花たちを育てながら黄金に染まる夕日を眺める。そのささやかな温かな願いがラミルの胸を激しく揺さぶった。パンは不思議そうに首をかしげ、なぜラミルが自分の好みを知っているのかと尋ねる。ラミルは微笑みながら冗談めかしで、独身術が使えるからだと言い、でもすぐに話題を変えて、パンの体からはバラの匂いがするだという。そしてラミルは危ういほどの距離でパンに近づいていった。やがてパンが自宅に戻る準備をし始めると、ラミルは必死で彼を引き止めた。自分の従者たちがなぜ人間を憎むのか、その理由を知ってほしい。そう言って静かにラミルは打ち明ける。メサスはかつて誇り高き王子であり、勇敢の軍を率いる英雄だった。しかし彼は心から信じていた部下に裏切られ、無残にも命を奪われた。ラミルは絶望した彼に永遠の命を与え、ヴァンパイアとして生かしたのだ。キーヤはかわいそうな奴隷だった。人間たちは純血の子供の血を浴びれば永遠の若さを保てるという邪悪な信念に取りつかれ、彼の命を狙った。恐怖と絶望に覆われたその少年に新しい命を与えたのはラミルだった。一方メキンは戦場で無数の負傷兵を救い続けてきた軍医だった。だが自分も致命傷を負い、最後に家族と別れを告げたいと願ったが、傷口が炎症を起こし、ラミルの手によってヴァンパイアとなった。そしてラミルは魂を震わせるような切ない声で語る。パンがそばにいなければ自分は世界で最も哀れな孤独なヴァンパイアになってしまうと、涙ながら真心を込めて告げるラミルの姿に胸を打たれ、パンは彼と一緒にいると決断を下した。しかしパンもまたヴァンパイアハンターの一員だった。彼はジェットからラミルを殺すという最後の任務を受け、これが終われば組織とは手を切ると約束していた。だがラミルと過ごす日々の中でパンの心は少しずつ変わっていく。ラミルはパンを信じ守り、惜しみない愛情を注いだ。揺れる思いを胸に抱えながらも、パンは自分の正体を隠し続ける。そして一度家に戻りたいと告げた時、ラミルはただ静かに帰りを待つと答えたのだった。一方でメサスは警戒を強め、パンとハンターのつながりを疑い始めた。ラミルに真実を伝えようと試みたが、本気でパンに恋をしているラミルが彼の大好きなローズガーデンで帰りを待ち続ける姿を見ると、どうしても言い出せなかった。そこで持っていたパンのハンターである証拠写真をメキンとキーヤに見せて相談することに。キーヤはすぐに動き出し、ラミルをパンが今いるハンター基地へと連れて行こうとした。だがラミルは首を横に振り、どこにも行かない。自分はここでパンの帰りを待つというのだ。そしてパンの方はもう復讐も任務もやめたいと仲間に告げていた。だがその瞬間、ジェットに殴りつけられる。エリースは彼を説得する。10年前の出来事は昨日の悪夢のようにまだ終わっていないと。なすすべもなく、パンはシルバーのナイフをポケットに忍ばせたままラミルが待つホテルへと帰った。ラミルは帰ってきたパンを強く抱きしめ、何事もなかったのように2人は穏やかな時間を過ごす。しかしその夜、眠れないパンはシルバーナイフを手にローズガーデンへと向かった。突然後ろからラミルが現れ、パンは驚いてナイフを落としてしまう。ラミルはパンの手を取り、彼の痛みを分かち合うように静かに口づけを交わした。翌日パンは昨夜落としたシルバーナイフを探そうと再びローズガーデンに足を運んだ。そこで偶然メサスと会い、初めて知らされたのが、ラミルの力はスピード、トランスフォーム、ヒーリングだけではなく、4つ目の力、独身術を持っていることを。動揺しながら部屋へ戻ったパンの目に飛び込んできたのは、ベッドの上に置かれた昨夜のシルバーナイフだった。その時ラミルが現れる。パンはナイフを握りしめ、震えた声で告白した。僕はヴァンパイアハンターだ。君を殺すためにここに来た。しかしラミルは逃げなかった。お前の手で死ぬならそれも運命だと言って、パンの震える手を取り、自ら刃を胸に向けてぐっと押し込んでいった。その瞬間、彼の瞳には深い悲しみと、そして愛情が宿っていた。また次回お会いしましょう。ではでは。